皆さん、こんにちは。秋も深まってまいりましたけど、いかがお過ごしでしょうか。今日はちょっとベースのね8分弾きについて、ちょっと自分なりにね動画にしてみようかなと思いますんで、ぜひね、コーヒーでも飲みながらこうベース片手にね、見てくれたら嬉しいです。そんな感じで、よろしく。というのも、8分弾きね、いわゆるこう8ビートの8ビートにおける8分弾きなんですけど、なんか僕は本当にね最近あんまりこう8分弾きをする機会が少なくて、16だったりとか、言って8ビートで言ってもこうなんかこうドンツッドッドンみたいなこうみたいな感じが多くて、こうあんまこう8分弾きってねやる機会がないんですよ。もう僕だけなのかもしれないんですけど、でもねつい先日ライブでこう BPM120 ぐらいでやる機会があって、もうねすっごい気持ちよくて、ベースって最高やなとかって思いながらねこうダダダダって弾いてたんですけど、いや8分弾きっていうか8ビートっていうのはそもそもすごく奥が深いもんだなと思ってて、難しい、グルーブを出すのはね8ビートでグルーブ出すっていうのは結構ねなんか昔からね難しいんじゃないかなと思ってるんですよ。こうなんか16とかの方が手っ取り早くこう給付入れたりとか、ちょっと音数ね埋めたり音数減らしたりとかでグルーブをね細かいのが詰まってるから、なんか取りやすいなっていうのがなんか自分の中であって、8ビートでこうかっこよくグルーブを聴かせるっていうのはなんか本当にバンドのなんか力量が問われるというか、そういう気がもうずっとしてるんですけど、で特に思うのが、僕もいろんな素晴らしい、ね、ドラマーの方と、ね、一緒にやる機会があるんですけど、もうドラマーによっていつも同じテンポで同じ8ビートをこうブンスタンスドンドンパンってこうドンスタンスドンドンタン、ちょっと今16入っちゃいましたけど、ドンスタンスドンドンパンスドンスパンドンドンパンっていうね叩いてても、もうドラマーによってね全然違うんですよ。すごくね8ビートなのにこうスイングしてるね8ビート叩くドラマーもいれば、めちゃくちゃタイトに叩く人もいるし、すごくヘビーに重く叩く人もいるし、すごくコンパクトに叩く人もいるし、すごくなんかこうたっぷり叩く人もいるし、同じテンポで同じパターン叩いてても、こんなにドラマーによってね8ビート違うんだなと思って、でそれってね多分ベーシストにも絶対言えると思ってて、で言ったらこういわゆるねドラムの8ビートのドンスダンスドンドンバンスっていうのとか、ベースのドゥン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 っていうのはなんか一番初めにやることだと思うんですけど、なんだろう、すごく個性も出るし、なんか力量が問われるんじゃないかなって思うんで、だから今日はねちょっとそういう動画を撮ってみようかなと思うんですけど、ちょっとねレッスンみたいなこともするんで、ぜひね初心者始めたばっかりの人とか、一緒に、ね、やってほしいんですけど、なんか僕らがベース始めた時っていうのは、90年代とかって、なんか今だったらもしかしたらベース始める人ってこうインスタグラムで流れてくるすごいかっこいいベース、なんかスラップだったりとかちょっと派手なことに憧れて、うわこれかっこいいなと思って俺もベースやってみようって思って、それからこうねその動画を再生しまくって、そっから入っていきなりこうスラップからやっちゃったみたいなね人もねいるかもしれないような時代なんですけど、僕がベースを始めた、きっかけである、言ったら90年代の音楽で、もうその時めちゃくちゃ流行ってたのがもうグレイとラルクとルナシーのこの3つのバンドが、もう多分僕世代はその3つのバンドに憧れてこうギターだったりベース始めた人めちゃくちゃ多いと思うんですけど、そのね、グレイでいう二郎さん、
ラルクでいうね哲也さん、ルナシーの J さん、このお三方がもうすごいかっこいい8分弾きを弾いてたんですよ。だからまあそれに憧れてベースを始めて、まずはそのバンドスコアとか見て8分弾きをこう真似するっていうか、コピーするみたいな、なんかそういう感じで8分をね弾きから始めたんですけど、まあ言ったらね、まあすぐに弾けるんですよ。弾けるっていうか多分弾けてはないんですけど、まあ弾けた風になるというか、もう弾けるわみたいな感じで割とまあすぐできるようになるね。でまあこれちょっと一個すごい面白い話があって、まあ僕は高校の時にまあバンドをやってて、で地元にスタジオがあったんですよね。でそこのスタジオのオーナーがめちゃくちゃなんか上手い人で、なんかドラムもめちゃくちゃ上手いし、なんかドラマーなんですけど、なんかギターもすごい早弾きとかめっちゃするし、なんかベースもめちゃくちゃ上手くて、でその人になんかもう僕らはもうなんかもうなんていうの崇拝するようになって毎日のようにねそのスタジオに通ってたんですけど、まあ、ある時ねその僕が高校生の時にやってたバンドでスタジオ行ってて、なんかお前らにちょっと課題曲やるわみたいな感じで、まあ、課題曲やるっていうので1曲ね課題曲やるし2週間後にこれ各自で練習してきて、まあ、ちょっとやってみたいな、見たるしみたいな感じの課題曲をもらったんですけど、で、まあ、その曲が、世紀末のマスカレードっていう曲だったんですよ。知ってますかね。まあ、こういうね、もうずっと8分ドゥ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 っていうね、もうずっと8分の曲で、でまあその時僕はまあこうね高校2年か3年だったかね、ベース始めて23年ぐらいだったと思うんですけど、まあ8分弾きをやってきて、だんだんこう8分弾きがなんか弾けるし、なんていうのバンドスコアとか見てもこう7777777みたいな55555みたいなねルート弾きの8分弾きを書いたバンドスコアのページをもう全部飛ばして、もうこれじゃないっつって、でなんかすごい、ね、字がね詰まったなんかこうバーって詰まったようなのを探してその曲をなんかコピーしてたみたいな、感じだったんですよちょうどね。でそれでまあその課題曲もらった時にこうねもうずっとルート弾きほぼルート弾きで8分で弾いてるのを聞いてと思って、なんかもっとねギターと速いなんかユニゾンがあったりとか、なんかちょっとベースだけになってかっこいいフレーズがあるような曲じゃないんかとかと思ってね、なんかギターはねすごい早弾きとかする早弾きが入ってる曲だったりとかして、なんかすげえ楽しそうだなとか思ってとか言ってこれかみたいな感じで言ってたら、なんかそのねオーナースタジオのオーナーに「ああそうか」みたいな「あそうか、ただじゃあお前もうベースやめろ」ってね一言言われて、でと思っていやすげえ覚えてんな、でと思って、いやこれ多分俺すぐ弾けますよみたいな感じでしたら、なんかお前ちょっと来いってかって言われてね、お前このベースの凄さが分からんのかみたいな感じで言われて、はあみたいな、でまあじゃあちょっとやってきますって言って、でまあ2週間ぐらいして、でバンドでねそのスタジオで合わせたんですけど、で僕やってたバンドがまあツインギターでギターも一人なんかレスポールにもうマーシャルジャーンみたいなやつと、アイバニーズにもうマーシャルピロピロピロみたいなギターがいて、まあギターがねでかかった可能性もあるんですけど、まあそれ実際にねその曲をやってみたらなんか全然もうベースが聞こえなくて、ああと思って、もう全然ベースが聞こえんし、なんかこうつながって聞こえるというか、もうブーっていうなんかドゥ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 っていう風に、ね、なってなくて、であれと思って、でまあスタジオ終わった後にまあ改めてねその世紀末のゼノン石川さん、ベースのゼノン石川さんが弾くベースを聞くと、もうブルルルルルってなんかなんて言うんだろう、ギターがねもうジャーンってね鳴ってんですよ。もうツインギターが鳴ってる中、もうドゥ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 ってすごくなんて言うんだろう、粒立ちがいいベースがもうはっきり聞こえてて、あこれすごいわって思ったんですよそれで。でなんかまあそれで俺はなんかその八分弾きをちょっと舐めてたなと思って、でしっかりねいろんな人の、8ビートの8分弾きをなんか研究したりとかして、
でまあゼノンさんのそのツーフィンガーの8分きはもうすごくなんだろう、もうすごいいろんな楽器が鳴ってても粒立ちがすごく良くて、でドゥ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 って聞こえるんですよ。でまあそういうのをね研究したりとかして、でなんだろう、でなんかまあ、やるようになったんですけどそうでね、まあそこのねオーナーに、まあ、口酸っぱく言われてたのが、まあええかっつって、ただお前はもうギタリストに弾くベースだけには負けんなよって言われてたんですよ。でまあそれってなんかどういうことなのかなって思ってたんですけど、まあ今もうすごくその言葉がなんか身に染みるというか、まあ、今だったらもうね、例えばギター弾く人がね、まあデモで、まあ、曲作ってきてとかアレンジしてとか言って、まあベースももうそのねギタリストがもう弾いちゃって、で送られてきて、でベース差し替えてとかね、アレンジャーの人がもうベース打ち込んで、でそれでまあもうね、もしかしたらそのままリリースされることもあると思いますけど、でそういうのをベース差し替えてっていうやっぱり言われることが多くて、でそれでまあベースを弾いた時にやっぱ言われないといけない、ね、我々ベーシストが言われないといけない一言があって、まあ、それは何かというと、やっぱベーシストが弾くと全然違うねっていうね一言を絶対言わせないといけないんですよ。でそれはね特にやっぱりもう8分弾きとかっていうのはもう顕著に出るというか、すごく出ると思うんですよね。ギタリストが弾く8分弾きの感じとはもうベーシストが弾く8分の音だったり、もうね、もうそういうのはもうグルーヴだったりね、音だったりもう全然ベーシストが弾くと違うわっていう風に言わせないといけないっていうね。でまあそれがやっぱりなんかずっとなんかね、それを頭の中に入れながら、まあ、ベースを続けてるんですけど、でもその時ね、その高校生の時の自分のそのねスタジオでやって全然なんかベースの音が聞こえないし、なんかあんまりこうなんかつながって聞こえるような、まあ、何がねダメだったのかというと、まあ別に全然あれなんですよ、もうアンプのね音作りが悪かったわけでも、このベース本体が悪かったわけでもなく、自分のピッキングと、まあ、発音のタイミングがやっぱダメだった、だと思うんですよ。まあ、それしかないかなと思って、でそのねゼノン石川さんのようなすごくメタルのギターが鳴ってる中、指弾きでそんな粒立ちがいいよと、まあ、ライブの音源とか聞いてもやっぱすごく粒立ちが良くて、まあ、それをなんかこうね、何が違うかっていうと、やっぱピッキングと発音のタイミングのなんか位置、だったりするんですよね。でまあもう初めに言っておくと、もうこの8分弾きとかそういうのはもう正解はなくて、今僕が言ったみたいな粒立ちがいいから偉いってわけでもないんですよ。曲によってはすごくルーズに弾いた方がかっこよかったりするし、前のめりに8分弾き弾いた方がかっこよかったりするし、この曲はもうみんなで前にねガーっていきたいのに、こう冷静にねベーシストがこうキープしてたらナンセンスな場合だってあるし、この曲はやっぱどっしりいきたいのにベーシストが走ったらダメ、もうたっぷり後ろでね後ろに行かないといけない場合もあるし、だからねすごくね、なんか悪い音、悪い8分弾きの方がかっこいい曲もあるし、すごくもう真面目に刻んだ方が絶対歌に合うっていう8分の曲もあるし、だから時と場合でも本当に正解はなくて、まあその中から自分で正解を見つけるみたいなね感じが、まあ初めにねやっぱ念願に頭の中に置いてた方がいいかなって思うんですけど、そうなので、まあ、それをねやるにはもう本当にいろいろと知っておいたらいいと思うんですよ。まあ言ったら8分弾きって言っても本当に弾く場所だったり指だったりピックだったりによって全然音色だったりノリが変わるんで、ちょっとやってみようかなと思うんですけど、もうピック弾きでもね指弾きでもどっちでもよくて、もう本当にかっこいいなと思う方をやればいいと思って、まあじゃあまずちょっと3コードでねちょっとやってみようかなと思うんですけど、例えばこういうこういう弾く位置によってね全然違うでしょ、角度とかによって全然違う。
したらギタリストが弾くとこういう音にこういう感じになるかもしれない。でもベース下が弾くと芯があるとね。でまあちょっと僕はねなんか多分ピックの方が難しいんですよ。オルタネートは特に難しくて、指弾きの方がすごくダイレクトに何もねベースと指にかましてないんで、自分は指弾きの方がニュアンスをねつけやすいんですけど、こうね、めっちゃ本当に弾く場所だったりピッキングのね位置だったりですごく変わることがねあるのが、ベースのね8分弾きだと思うんですけど、まずはね、何をやったらいいかなって一番初めに思ったんですけど、やっぱりこうクリックに対してやっぱジャストでねまず弾けるようになった方がいいなと思ってて、ジャストが偉いわけじゃないんですけど、それをねジャストに対してちょっと前に行く、さっき言ったようにちょっとやっぱこの曲がロックでもうグイグイ前に行きたいっていう時にちょっとドラマーと一緒に前にねこうプッシュしてあげるとか、この曲はたっぷりしっかりねベースとドラマたっぷりなんかこう8分8ビートを取って歌で聴かせるみたいなね、そういう時だったりとか、いろいろね出てくると思うんですけど、そういう時にねやっぱりジャストでまず弾けないとそのコントロールってなんか難しいんじゃないかなと思ってて、まず一番初めに一緒にやってみようかなと思うのは、BPM130 で、さっきの A と D と E と A をまずジャストでね弾いてみる、やってみましょう。ピックでもね指でもどっちでもいいです。まずじゃあ指でやってみましょうか。だったらこういう感じで BPM130 出して、やってみるね。で外してもね同じような感覚であんまり走らずあんまりもたつかず、別にもう機械のように正確じゃなくてもいいんで、機械のように正確だったらもう機械にやらせたらいいと思うんで、機械のように正確じゃなくてもいいですけど、130のほぼジャストをね、自分の思ったように弾けるようになればいいかなと思います。で気をつけないといけないのはこれをね鳴らした時になんかこうだんだん帳尻合わせるメトロノームに合っていくっていうのじゃなくて、もうワン、ツー、スリー、フォー。いきなりねちゃんとこうドゥ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 って合うみたいな、ドゥ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 って合う感じじゃなくてね、そのためにはちゃんとこうっていう感じでメトロノームのこうタイミングを体に取り入れたって OK いけると思ったら弾くっていうね、それはね大事かなと思います。っていうのもバンドでやっぱやるとワン、ツー、スリー、フォーっていきなりやらないといけないんで、もうそのカウントが全然自分の中に入ってなかったらなんか全然出たねテンポと違ったりとか、ドラムに乗っかってなんかだんだんそのドラマに合わせるみたいな感じに、ね、なっちゃうと思うんで、その辺はねクリックで、しっかり、出だしからそのテンポねバンって出せるように、するといいのかなと思います。で8分弾き、ある程度ね
さっき言ったんですけど、粒立ちがいいのがねめちゃくちゃ偉いわけでもないんですけど、でもやっぱりその粒立ちが良くなくても音圧にねこうムラが出ると、それってもう家でねラインレベルで聞いてたらそこまで気にならなかったりとかするかもしれないですけど、実際にアンプででかい音出したりとかね、ライブする時に会場ででっかい会場ね、大きいスピーカーからボンって出ると、そのちっちゃい音のムラがすごく増幅されて気持ち悪いと思います。それは多分外でお客さんが聞いてて低音がこうなんか8分刻んでんのにちっちゃかったりでかかったりになるみたいなね、それすごくなるんで、やっぱりこう粒立ちはね、よく粒立ちというか音圧はね一定にみたいな、後でやるんですけど、上の弦もねちょっとやろうと思います。上の弦と4弦と1弦とか4弦と2弦の音圧揃えるのってちょっと難しいんで、ちょっと後でもう一回やろうかなと思うんですけど、しっかりとね、粒立ちを揃える、それをするためにはやっぱりこう固定させないといけないですよね。こう弦の上だったりとかピックアップの上だったりとか、ピックだったらもう本当にいろいろあると思うんですけど、手首で固定する人だったりとか、ここで固定する人だったり、僕はこう小指でなんかちょっと固定するんですけど、チューブラリンに弾いちゃうとかなり安定するのが難しくなるんで、その安定してない状態で弾くとすごくムラが出て、それがこうなんか、気持ち悪くなるんで、じゃあ今ねやって、今日はねちょっと3つやろうかなと思うんですけど、2つ目いきましょう。2つ目はねこの進行で、じゃあちょっとまずね1回やってみます。聞いてみてください。レッツゴー。この進行でね、ちょっとやってみようかなと思うんですけど、BPM をねちょっと下げました。さっき130だったんですけど今度120にしました。ちょっと一回やってみます。で次上に行くっていう。こういうのをちょっとやってみようかなと思うんですけど、これの意図としてはなんか初めにねこう白玉で2小節もう2小節白玉でね、この時はなんかこうねこう支えるというかちょっと潜んでる感じ、でこれは普通にね8分さっきと一緒です。で次の週はちょっと上に行ってみるっていう G からこのやっぱ2弦とかなると音圧がね減ったりとか、ちょっとピッキングのなんかこうピッキングのねこの弦と違うんで、ここはこの
の弦弾いてもこの弦弾いてもこの弦弾いても同じ、音圧というかちゃんとベースの音がするっていう風にのを意識して弾くといいと思います。1弦とかやっぱり2弦になるとすごく音が軽くなっちゃったりとかねするとあんまりよろしくないっていうか、なんか一緒でしょ。弦があんまりこう変わった感じがしないっていうか、それをね意識したらいいかなと思います。で白玉の時はもうドーンってねたっぷりダーンって弾いて、でその次の週でグリッサンでおっしゃおらってやって刻み始めるっていうね。そので刻み始める時がやっぱりこうもうこの世界も俺が支配してんだぜぐらいのイメージで弾いた方が俺絶対いいと思ってて、やっぱこういうのって絶対に音に乗ると思うんですよ。もう言ったらベースがこう8分弾いたらもうそのなんていうんだ世界観ってかなりベースが支配してるんで、その意気込みをね音にやっぱ出すっていうか、それがやっぱ音に出ると思います。もう俺がこれもう引っ張っていってるんだぞって言ってぐらいの気持ちでやるとこうグーグーって、ね、前にねドライブしていくと思うし、ここはもう俺がしっかりこの曲のなんていうの土台はもう支えるって言ってグッとねジャストでこうイメージで弾くともうジャストでグッとなって、で他のね楽器お前らも行ってこいみたいな感じでベースを8分で弾くってね、そのね感情っていう意味でも白玉でやった後に、刻み始めるのにこうバーンってやってこうやってやるっていうね。本当にその感じて音出るし、それが多分同じ8分弾いててもめちゃくちゃベーシストによって違うと思うんですよ。でグリッサンドじゃなくてもなんかこうフィルとかでもいいと思います。1、2、3、4ちょっとね退屈ですけどね。っていうねとか、次が D です。で D でっていうね、ちょっと僕はこういうちょっと泣きのフレーズみたいなの好きなんですけど、っていうねグリッサンドでもいいし、フィルでもいいし、自分で考えたねちょっとフィルをやって、刻み始めるっていうね、その練習の、を意識するこの進行ではね、このセクションというかこの今の、僕の動画の、2個目の動画はそれを意識したらいいのかなと、思います。はい、そんな感じかな。じゃあ、3つ目いってみましょうか。3つ目はじゃあまず3つ目も、1回弾いてみますんで、聞いてみてください。Let's go!これはねもうねこのコード進行を聞いてこれ何の曲か分かったっていう人も多いと思いますけど、もうすぐクリスマスなんでワムのラストクリスマスの、ね、進行です。こう
こので、マムのラストクリスマス、この4つのコードだけ弾けたらもう1曲通して弾けるんで、ぜひねやってみてください。でこの3つ目の、セクションではベースのね音符の長さによって同じ8分弾きでもすごく変わるっていうのをね、ちょっと一緒にやっていきたいなと思うんですけど、じゃあちょっとねやってみますね。1、2、3、4。全然ちゃうでしょ。全然変わるし、もっとスタッカートでいくと極端にね短いと。これ全部同じテンポ。こんだけねベースのね音符がね変わるとね、曲のねあれが変わるんですよ。これがすごく面白くて、でこれもねまた正解がないと思うんですけど、自分がこれがちょうどかっこいいんじゃないかなって思うね音符でやるのがいい、周りとの楽器とねのグルーヴとかを考えてやるのがいいと思うんですけど、このラストクリスマスに関しては若干スタッカート気味な絶妙な音符の長さなんですよ。でもこのちょっとしたスタッカートでうんて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 んって淡々とね言ってるんですけど、若干スタッカート弾いてる感じがちょっとワクワクするというか、クリスマスのねワクワク感出してるなと思って、この音符の長さってなかなかね、難しい、極端にね短くはねできるんですけど、この原曲のね音符の長さはねなかなか絶妙だなと思ってね、今日ちょっと取り上げてみたんですけど、3つね今日はできたらいいんじゃないですか。すごくたっぷりと8分で伸ばすパターンと、原曲のようなちょっとスタッカートしてるけどそこまで音符が短くない感じ。僕は多分あんまり音符が短すぎるのは好きじゃないんで、そのスタッカートしてもちょっとたっぷり弾きたいぐらいの音符2番目に弾くのが好きなんですけど、でもう一つはすごくはっきりとタイトにスタッカートで弾くってね、この3つをできたらいいと思うんで、ぜひね BPM110 でねやってみてください。もう一回やります。3、4。すごい変わりますね雰囲気。これテンポにもねよると思うんですよね、この音符の長さっていうのは。だからこのテンポに対してはこんぐらいが好きかな。ちょっとワクワクもねするし、こんな感じで同じテンポで同じコード進行でも、ベースのね音符の長さをコントロールするとすごく、
曲がグッと締まったりとかグッと広がったりするんで、まあ面白いんで、ぜひこの今日3つやったのをね、まあ別のね店舗でもいいし、この店舗だったらこんなのがいいなっていうのをねちょっとやってみてください。まあ実際なんかこうバンドとかねやってみて、なんかこれベースちょっと締まってないなと思ったら、実際音符を短くしたりとか音符を長くしたりとかするとグッと曲がね、変わるんで、すごい面白いなと思うんですよベースは。で僕はね音符はやっぱすごい長い方が好きなんで、昔からね音符がねちょっと長いのが好きなんですけど、あんまりね全部が全部ねやっぱ長いとすごく曲がだるくなっちゃう感じもするし、切る時は切って長い時は音符長くたっぷり取るし、その音符が長い中でもやっぱこうね細かいビート感じるというか、そのスピード感というか、それはね最近すごく大事なんだなってね気づいてる感じなんで、まあ面白いですね。ベースはねもうなんか本当やっぱ一番初めにやった8分弾きがもうベース始めて、俺は多分20ね20年以上経ってると思うんですけど、ちょっと前の先日のライブでそのもう一番初めたてでも弾けるような感じの8ビートの曲をやって、めっちゃ気持ちいいなと思って、まあ、ドラマもねやっぱもうシンガーも素晴らしかったからかもしれないですけど、めっちゃ気持ちいいわ。もうベースってやっぱこれだなって思ったぐらいなんで、やっぱねベースってね奥深いなと思いますね。楽しいですね。でやっぱ8ビートっていうのはすごく今日は8分弾きにね特化した動画にしましたけど、まあ、8ビートってすごく難しいし、まあ、楽しいし難しいし奥深いなってね思ってますんで、まあそんな感じで、最後まで見てくれた方は今日の動画をね楽しく見てくれたのかなと、思って撮ってよかったかなと思います。そんな感じでまた面白いことが思いついたら動画にしようかなと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあまた。